こんにちは、トラベラルコレです。今回は2020年2月半ば、日本では肌寒い日が続いている時に行った台湾旅行のまとめ動画になります。寒さが苦手なので、1月のタイ旅行に続き、また暖かい場所にやってきました。みんな大好き台湾です。この場所をパッと見てどこかわかる方も多いのではないでしょうか。ここは桃園国際空港です。旅行初日、まずは台北に向かいます。悠々カードに1000ニュー台湾ドルも残っていました。去年行ったものなので自分のお金なのに得した気分でした。機内持ち込み荷物しかなかったので9時半には台北駅に着きました。空港から電車で1時間かからない程度です。最初の目的地はレトロな街並みの新興楼街シェンケンラオジエです。台北駅から MRT とバスを使っていきます。まずは MRT で移動します。万南線で台北駅から市政府駅へ向かいます。市政府駅の改札を出たら、新義証券の出口へ向かいます。エスカレーターを登ると高級ブランドばかり、もう金額が眩しいです。この高級なお店の道路側にバス停があります。いろいろな行き方がありますが、私は912に乗りました。バス停の前のビルがとてもおしゃれです。バスが来たので乗りました。MRT もそうですが、悠々カードが使えてとても便利です。目的地の新興楼街は自然豊かな山道を走った先にあります。到着しました。セブンイレブンの近くのバス停から歩いて3分ほどにメインの通りがあります。想像以上にレトロです。そしてこのレンガの造りの建物がたまりません。2012年度補修の時にみんな集まって文化を残しましょうというルール付けをしたようです。街は歩いてるだけでレンガ造りが多く見どころばっかりです。朝から何も食べていないので朝ごはんをここで食べます。新興楼街は臭豆腐が有名です。私は苦手意識があって初めてなので揚げ臭豆腐にしました。ザ臭豆腐ですかね。まずはザ臭豆腐。これがね、美味しかったです。次は蒸し鶏。これはね、不思議な味がしました。最後は大好きなチャーハン。これがね、食べたことない味でした。あと、油がすごかったです。ザ・臭豆腐は食べやすく、
厚揚げ感覚でした。揚げてあるので匂いも弱まっているのかあまり気にならなかったです。こちらのお店はレトロな日本を感じられました。飲酒切手類のこの看板古いですね。ご飯を食べた後、引き続き街を歩きました。おしゃれな街並みが本当に異世界のようでした。レンガに赤い提灯がとても似合います。台湾は反対漢字だからなんとなく意味はわかります。そんな気がしてるだけかも。さっき朝ごはんを食べましたが、大好きな豆花、トファを食べます。3種類トッピングが選べましたので、タピオカ、落花生、金時豆は指でさして、あと Google 翻訳で甘いの大好きと伝えました。レトロな街の小学校をモチーフにしたお店、懐かしい感覚になります。ただ、勉強は苦手でした。すんごく美味しくて幸せです。さっきのお店で注文するときにコールドはホットと聞かれました。温かいトーファーがあることを初めて知りました。このアーチ状のレンガの中を歩いているとすごく異世界な感じがします。新興楼街新慶ラオジエのメインストリートはここまでです。お店も豊富なジャンルでとても面白かったです。お、これは食物連鎖ですね。虎が馬捕まえてます。このポイポイ食べられる一口のスーがとても美味しかったです。このトンネルのような歩道がこの先には何があるのかとワクワクさせてくれます。あと歩きながら結構見逃していましたが、臭豆腐やっぱ有名なのでお店がたくさんあります。そしてここにもゲーセンが。ここのお店はスーと瓶両方売ってました。食べればよかったってすごく後悔しました。このシュエ顔が結構独特で私は苦手でした。どこでもあるのでぜひ試してみてください。流行してたっけ？街の景観、雰囲気ともに自分にとってとても新鮮ですごく楽しかったです。バス停
点に戻ってきました。ここで挙手しています。日本と違いバスをアピールしないと停車してもらえませんのでご注意を。一蘭は他の国でも有名なんですね。私は市政府駅の少し手前でバスを下車しました。三越の中を通っていきます。市政府駅三越台北101はこのような位置関係になっています。台北101すごいそびえ立ってますね。すごい高いビルです。今回台北101には登りませんが、かなり高いのがわかります。横のビルもかなり高そうじゃないですか。春節の後ですが、まだまだ祝賀の気分ですね。ここで台北駅に戻ってきました。ここからは瑞芳駅に向かいます。電車の切符を買うときに私はミスをしました。急行が16時台しか空いておらず、3時間暇を持て余すミスをしてしまいました。そもそも急行じゃなくて普通車で行って現地で遊んでればよかったなって思いました。行き先は9分です。ここは外せません。とりあえず台北駅で3時間どうしようといろいろ見回ることにしました。台北駅の地下街を散策してみます。お紅茶でも飲みましょうか。こういう時なかなかじっとしていらんないですからね。Kゾーン地下商店街に来てみました。ここはかなり綺麗です。まだまだ新しそうです。まだまだ時間があるので中山駅まで歩きます。洋服、電子デバイスからガチャポンまでいろいろなお店がありました。地下ばかり歩いてるとモグラになりそうなので地上も歩きます。ここは地下街があり、地上も歩きやすくなっていて、とても羨ましいです。あと時間がすぐ潰せました。結局歩いてシャンリアン駅まで来てしまいました。台北駅に戻り、急行に乗り、ルイファン駅に到着しました。ここからバス停までは少し歩きます。10分行きのバス停までの地図が駅広場にありました。行きの時は気づきませんでした。なの
ので Google マップを当てにして私は向かいました。バス停に着いたと見せかけて、これ車線が日本と逆なのでバス停はここではありません。こちらのバス停が正解で、それを知らせるためかコンビニの OK があります。1062のバスに乗りましたが、他の系統でも9分に行くことができます。路線バスなのになぜかシートが観光バスみたいでした。なぜかなって思っていたら、山道すぎて立ち乗りできないのでしょうか、すごい坂を登っていきました。そして見事に車酔いしました。乗車時間は15分程度ですが、闘牛のような勢いで走行するので車には酔います。あとラオジェの方に向かっている途中にスルーされがちな見晴らし台があります。この見晴らし台からの眺めはとても幻想的です。水曜日の17時半です。まだ明るいですが、提灯、灯籠なのかなには明かりが灯っています。あと、結構観光客多いです。いろんな飲食店が立ち並びますが、珍しく食欲がないのは車酔いのせいですかね。いいえ、実は中山駅近くで麺を食べました。食べ過ぎです。17時45分、まだ暗くないです。待ち時間に買い物を楽しみたいと思います。あと下見をしたいと思います。木の外壁の家、お店に赤い灯籠がとても綺麗です。地図を見てるとだいぶ歩いたなっていう気分になります。商店街の方はきらびやかですが、裏路地の方は少し生活感が出ているようです。照明がつきました。千と千尋で言うと夜が来るが流れ出す時間帯です。暗くなってきたので先ほど下見したところ2周目行きます。時間は18時20分、だいぶ暗くなりました。待ち時間に軽めのご飯とお土産買いました。結局ご飯食べました。
階段の景観、景色、とても美しいです。こういったお店を見るには暗い方が照明がシャキッとしててやっぱり綺麗ですね。今は2月18時半以降が暗くなって見時です。早めに来て一度街を下見して待ち時間に買い物とかご飯をする流れだと思います。あとは宿泊してしまうのも一つの手だと思います。帰りのバスの話、19時に乗ったのですがバスが満員でした。ただ、ルイファン駅まで私は乗ることができ、台北直行の方だけは乗れないような状況でした。一つ前のバス停まで戻って乗るという方法もあるらしいですが、なんせ混むのでルイファンまでは電車がいいかもしれません。ルイファン駅には予定より1時間早く戻りましたが、バスの混み具合を考えると正解だったかもしれません。今回21時の急行に乗って花蓮県に向かいます。乗り遅れたら2日目に予約しているツアーに支障が出ますので、何としても電車に乗らなければなりません。ルイファン駅周辺を散策して夜ご飯を食べます。ここは駅から徒歩5分くらいにあるルイファン美食市場です。ちょっとローカル色強すぎておじけづいてここでは食べられませんでした。なのでチェーンっぽいような他の飲食店を探します。時間はまだまだあります。ミバーくさくさ鍋。私にはちょっとまだ早いかもしれません。私はこのお店でザ・パイコー麺にしました。タッチパネルで注文しやすかったです。とても美味しい。118ニュータイワンドルなので円安前は350円。信じられません。ご飯食べてまだちょっと時間があるのでコーヒーショップに行こうとしたら、どこのお店もほぼ20時閉店でした。ということで時間まで駅前でふらつきます。21時15分になりました。彼は23時着。寝過ごし現金ですね。金駅に到着しました。駅とは思えないすごいデザインです。あれ、ここ盛岡？全然違いますが、ちょっと盛岡に見えました。
街を見たいのでホテルまで30分ほど歩きます。治安どうかな？道明るいし私は気にならなかったです。夜遅くみんな集まって遊んでるくらいだし、でも安全は絶対っていうのはありませんので用心してください。この縦につられた灯籠、美しいですね。ホテルに到着しました。もうすぐ寝ます。台湾旅行2日目は最高の展望からスタートです。このファーレンは台湾の東に位置します。落ち着く街並み、遠くに見える山にどこか懐かしさを感じます。初めて来た場所なんですけどね。台湾旅行2日目は KKday のタロコ観光ツアーに参加しました。今回は観光した場所を紹介しつつ、このツアーの感想も入れていきます。中国語だよ。集合時間を聞き逃さないように気合を入れていきます。まずは清水断崖でしょうか。海がとても綺麗です。iPhone15 で撮影し、無編集で驚きの青さが出ています。美しい浜辺も私が20歳若ければここダッシュしたと思います。こっちの方角は南向きでしょうか。崖と違い砂浜が続きます。海岸線がとても美しい。これは定置網でしょうか。うっすら見えてるのが説明にあった定置網。清水断崖はここまでです。バスの中では中国語のガイドが続きます。ごめんなさい、内容はわからなかったです。英語のプランがあります。ただ私がこれ申し込みの時に見逃していました。バスが停車した場所には門と石碑のみがありました。休憩で止まったのかなって思っていましたが、ここすごく有名らしいです。台湾三大道路と言われる中部東西王冠航路の入り口です。自然勉強が必須だと思いました。川の水がとても青いです。環境がきれいに保たれています。東西王冠航路の入り口は以上です。ここは10分程度でした。これはトンネルに入った時の車内の照明がディスコ感があります。山道を走った後に次の目的地坂丹歩道に到着しました。この狭いところを歩きます。坂丹歩道を歩いていきます。
なんといっても水の青さに目が奪われます。ゲームの世界っぽいです。リアルファイナルファンタジーですね。頭上には岩、鋭利な場所もたくさんあり、彼に来た喜びでジャンプすると大変危険です。ここでは1時間ほど遊ぶ時間がありました。ゆっくり歩くと20分程度のところに茶屋があります。そこまでの往復を楽しむようです。時間に余裕はありますが、集合時間を守らないとツアーの他のお客さんに迷惑かけるので、時計確認は必要です。この時、かなりピンチでした。集合時間聞き逃しました。これすごいやばいです。ただ同じツアーの参加者の顔を覚えていたので、Google 翻訳ですぐに聞きました。歩道の奥の方に行くと携帯の電波も悪いので、時間聞き逃した場合は早めに聞くことをお勧めします。ものすごく景観が綺麗です。そして岩が大理石、老舗のデパートの内装材のイメージがあります。茶屋がありました。ここで折り返します。この先はヘビやハチがいるトレイルコースのようです。タコ国家公園のホームページではターコイズブルーと表現されていますが、すごくわかる綺麗な水の色です。川と逆側にある熱帯植物も日本ではなかなか見られないので注目です。映えではないですけどね。坂段歩道はここまでです。
大理石の獅子、家に飾りたいくらいかっこいい。移動中のバスからの景色はかなり綺麗です。可能なら窓側に座ることをお勧めします。左边那个土崩的地方就是临时停车场，水利都用一的方法公务局就打造了这个新。这个是没有放油漆，也没有放过那个ダムの水の色がすごい。色彩水没有，是天然的因为这是河流一直凿穿这个。運転手がここでヘルメットを借ります。なぜ？お昼ご飯付きプランはここで食事をします。なしプランでは途中のコンビニの前でバスから降ろされます。お昼はバイキング形式でした。お昼を食べた後はジュチュートンに行きます。とてもすごい渓谷です。岩から木が生えてるのがすごいです。岩ってそもそも栄養あるんですかね。白い岩とターコイズブルーの水がよく合います。これまるでコッペパンにピーナッツバターみたいな組み合わせですね。諏訪のバスの中の話ですが、運転手に言うと飲料水もらえるようです。私はそのシステムを知らなかったので、朝コンビニで買っていきました。私は2月だったので大丈夫でしたが、観光地で便利店はないので、暑い時期は大変かも。水をもらってください。この受注トンでは40分ほどの時間がありました。ただ、見どこが多くて、戻り道は急ぎ足でした。帰りは急ぎ足すぎて、同じツアーの人たちをいつの間にか追い抜いてました。集合時間を聞き逃しても同じバスの人たちについていけば大丈夫ですか？甘えはダメです。中国語の数字を聞き取れないくらいであれば、英語のプランを選んだ方が良いでしょう。落石逃げてだそうです。自己責任で参加してください。あと有名なのが断層です。この縦の割れ、これが断層だよね。ものすごい綺麗な渓谷でした。受注島はここまでです。次はヤンジー港です。道路の横を歩いていきますが、一部ものすごい暗い場所があります。この岩にポコポコ開いてる穴が壺穴といい、水流による浸食でできました。
は名前にツバメとついている通り、ツバメが巣を作り飛び立っていくそうです。狭い歩道を先ほど運転手が借りたヘルメットをかぶり歩きます。しかも歩道は車道の真横なので、たまにおっかない時があります。あんな大きい落石があったらヘルメットじゃ防げないよね。気休め程度です。この渓谷、とてもかっこいいです。ここも水はターコイズブルーでとても綺麗です。相変わらずバスがすごい勢いで後ろから走ってきます。イヤホンはしない方がいいかも。この道をずっと歩いていくと、ここ一本道なので、バスは先の方で待機しています。あと情報としては、歩道が狭いので、前の団体がゆっくりだと、こちらも亀になります。あと途中で茶屋があるんですけど、その先がどれぐらい時間かかるかわからないので、ゆっくりはしていられなかったです。とても綺麗な景色を見ることができました。ヤンジー港は以上です。ここまで歩くと疲れていて、午後のバス移動中は爆睡してたかも。綺麗な景色見逃したかもしれません。次はチョンシュン市です。この谷が上まで見れればよかったのですが、曇りに雨に天候コンディションはいまいちでした。このチョンチュン市は中部東西王冠航路建設時に殉職した方の霊を慰める場所です。そして地層的に落石が多い場所のようです。景観はとても綺麗なんですけど危ないですね。ここ掘った場所ですかね。水がすごい出てきています。こういった個人で来るには難易度が高い場所へ連れてってくれるのはツアーの魅力だと思います。しかもお金は事前に払うので、ツアー中にピンチを迎えるのは集合時間聞き忘れた時くらい。あと雨が残念でした。大理石をふんだんに使った建物に朱色がとても合います。そこら中にあるしペタペタ貼ったんでしょうね。あとこのトンネル、気合の手彫りで進めたのでしょうか。すごい筋肉痛になりそうな岩ばっかりのトンネルです。チョンシュン市はここまでです。歴史、景観とも心にしみる場所でした。
次はチーシンタンです。ここは海岸線を見て楽しむ場所です。それだけです。ただ、その海岸線がものすごく美しいです。晴れてればなお綺麗だったと思います。ここは砂浜ではなく平べったい石で覆われています。積み上げるのが流行り。そして海はターコイズブルーです。砂浜じゃないのに青く見えるのは水自体が多いからでしょうか。光ではなく絵の具を入れたような感じの青さでした。あと海側が少し傾斜が強いようです。チーシンタンはここまでです。そしてツアーもこれで終わりになります。ツアーは大満足で5000円ほどとかなりお得です。中国語がわからない方は英語プランをお勧めします。登録するときに間違えないように。ホテルに戻りましたが、まだ雨。どうしましょう。ツアーが終わり、台湾旅行2日目夕方になりました。相変わらずの雨模様です。今いる花蓮は台湾の東に位置します。朝はものすごく天気良かったのに。とりあえず雨が止むことを願って修行していきます。激痛マッサージです。2月の雨の日は結構寒いです。そして予定していたマッサージのお店が営業はしているけど店員が不在というミラクルを起こしていますので、他の店を探します。台湾の幹線沿いの建物はキロー、シーローと言われる1階が歩道になっているところが多いです。このおかげで濡れずに歩くことができます。シーローがないところはさすがに濡れますけど。私が歩いている通りの向かいにマッサージ屋がありました。残念ながらチーローがないです。マッサージは養生館と言います。ものすごいジャングル模様のハーフパンツを貸していただき着替えました。足を温めた後、足裏に気合の指圧がきます。もうすでに痛いです。ものすごく痛くなってきました。健康になってる気はします。もうね、痛すぎて足の指勝手に動いてます。
すねの筋肉に体重全乗っけで押してきます。台湾のマッサージすごい強力です。老廃物と苦い記憶が押し流され、シャキッとしました。足がとても楽になりました。残念ながら雨は止んでいませんでした。たまに通路が狭くなっていて、外に追いやられます。ただ、きらびやかな街を見ることができます。なんか面白い玉のオブジェがありますね。本来ならこの玉って回るのかな？バーレン最大の夜市に到着しました。この夜市はいろいろな夜市が合わさってできているようです。なので最大ですね。5箇所あります。マッサージで老廃物を出したので取り込める量も増えてるはず。たくさん食べたいと思います。これ太る発想。ここの夜市もそうですが、飲食だけでなくゲームセンターもあります。頭の中が毎日お祭り騒ぎの私にはぴったりですね。飲食も食べ歩きの料理もありますが、お店の裏に机があり、イートインもできます。タイのお店もありました。現地の方も来るから多種多様なお店があると思いました。今回の旅行で初めて知ったのですが、羊のお肉を使ったお店多いですね。あと果物も多いように思いました。食べ過ぎてしまいそうです。一番搾りの看板発見しました。日本のビールもあるようで嬉しくなりますね。この看板のアピールがすごい。この地図の赤丸のあたりはお店がないようです。夜市を軽く一回りし、観光が終わってから美味しい料理を食べたいと思います。でも軽食は別腹。ということで、シャーちゃんとノーミーちゃん食べました。ソーセージと腸に米が入った食べ物です。シャーちゃん、ソ
ソーセージですが香りがとても台湾っぽくて、のみーちゃんはもち米ですかね、入ってました。夜市から出たところはかなり幅広な大通りがあります。あと台湾原住民の銅像も無事見ることができました。引き続き他の区も見て回ります。夜市は歩いているだけでも楽しいですね。あと雨の水で床に光が反射してとてもきらめいて綺麗です。しかも平日夜で雨だからかお客さんは少なく思えました。キラキラきらめいてすごく綺麗です。地京夜市一区の方に来ました。ここはエレキギターが飾られている浜焼きやマルテスコーンにまんじゅうの組み合わせです。この辺りは各小一条街。白黒のタイルはここも一緒ですね。そろそろ21時に近い時間帯です。閉まってる店が結構ありました。雨が止むと思ってマッサージを先にしたのはミスチョイスだったかもしれません。雨できらびやかマシマシとはいえ、片手に傘で食べ歩きはなかなか難しいです。ここは今後ぜひリベンジしたいですね。で、夜ご飯の話です。せっかくなので羊の肉を食べてみました。この麺にしました。羊大骨麺千湯にしました。大って文字大好きですね。お店の裏側の机に通され、調理風景後ろから見ることができました。すごい大きい肉と骨。これビジュアルからしてかなり美味しそうです。すごい美味しい。羊の香り、スパイス、すべてが美味しいです。あと麺にスープが染み込んで、それも美味しかったです。あとここの尊葉瓶は目の前で生地をのして油で揚げてくれます。あと卵も油で揚げるようです。これ手軽だしソースが美味しい。ただ少し辛かったです。あと半熟卵がすごく熱くてやばいよやばいよでした。熱々おでん芸みたいです。夜市にいたので頭の中はまだお祭り騒ぎ。街を見ながらのんびり帰りたいと思います。有名な小籠包屋さん、今日はお休みのようです。残念。先ほどの夜市、個人店に有名チェーン店、ここに住んだら食べることが楽しくなりそうです。ほんとデブまっしぐら。実はホテルに帰るときにキングバーガーに寄りました。チェーンとはいえ日本と若干の違いがあります。台湾旅行2日目はこれで終わりです。
台湾3日目の朝7時、快晴ではありませんが、とても気持ちのいい朝です。朝食を探しながら、花蓮の街並みを散策します。修正路を南に向かって歩きます。少し歩いただけでお酒も抜けてシャキッとしてきます。街中を歩いているとクレーンゲームが多いお店がありました。この時間に無人開放。治安はやっぱり良いのかもしれません。もうなんか台湾にロールスロイスいました。こちらのお店で小籠包を買いました。ホテルに持って帰って食べます。少し裏路地を歩きます。チーローはないので、景観は幹線道路と少し違います。チーローがないと広々見えるけど、雨が降った時のリスクが高いですね。有名な小籠包のお店、厚生パウズはここでいいのかな。残念ながら営業していない時間でした。上皇廟チョンホンミャオとは、ご当時の上皇神を祀る場所。外観とてもおしゃれ。朝食を食べたいときは、早い晩餐、早晩と Google マップで検索すると見つけられます。昨日、余市側から見た大通りです。ここイベントとかやるのかな、札幌みたいな。やるのかなというか、やってました。コアリエンですね。朝ですけど、夜市の近くにまた来ました。SL に貨物列車が展示されています。なんか電車ってワクワクするよね。朝散歩しましたが、とても綺麗な街並みでした。ここで朝ごはんの紹介です。すべてテイクアウトしました。まずは小籠包から。私の小籠包のイメージは、2023年に旅行の時に行ったディンタイフォンのようなこのようなものでした。ただ、本来の小籠包はこの小さい肉まんのような料理で、イメージのものは小籠タンパオというそうです。とても美味しいです。すごく美味しい。こちら別のお店の小籠包です。少し大きめです。各店違いがありますが、こちらスパイス強め。こちらも大好き。独特な感じです。あと四角い形の、これ何味なんだろうと思ったら具なしでした。塩むすびみたいなもんでしょうかね。黒糖味の方も食べましたが、こちらも具なしでした。店員さんがやけに卵を勧めてきた理由が分かりました。お紅茶は激甘でした。ホテルチェックアウトし、タクシーでファーレン駅まで来ました。とても綺麗です。
初日の夜見ましたが、やっぱりかっこいいですね。こういうデザイン大好きです。台湾旅行3日目朝、ファーレンから台北に移動し遊びます。なんとさらに今回は台北から台中にも向かいます。大空間ですね。台北駅に到着しました。ここ野球場みたいな広さがあります。台北駅の外に出ました。お昼ご飯を食べに行きます。何食べようかな。台北駅の目の前にある三越の裏にある路地に行ってみたいと思います。朝たくさん食べたのにもう昼の話。台北駅から見て南西の道路である関前路付近を歩いてみます。お昼はこのお店で羊肉の麺をまた食べました。ファーレンの夜市で食べた羊肉がとっても美味しかったから、あとアリエールを置いてありました。とても美味しかったです。街中では日本語もちらほら聞こえてきます。私と同じく観光でしょうか。この幾何学 T シャツ、店主理系ですね。ご飯食べたので少し街中を散策します。そして歩いてるとどんどん食べたくなってきます。でもお店が見当たらなかった。なのでこの胡椒餅食べました。これ美味しかったです。これは皆さんどう思いますか？私には寿司三昧にしか見えないです。新幹線の時間になったのでプラットフォームに向かいます。桃園駅から混雑してきました。予約席でないと立ち乗りの可能性がありそう。台中駅に到着しました。駅がとても綺麗です。そしてすごく快晴、外観も映えますね。ビニール傘持ってんの自分だけでした。台中の MRT で文心大岡駅に向かいます。
谢谢。Please mind your personal belongings. なお、台中の MRT も飲食禁止です。正直台湾って台北以外ドドドドッと田舎だと思っていたのですが、そんなことはないようです。畑田んぼが多い群馬に比べればすごく都会に見えてきます。さすが世界有数の半導体工場があるエリア。2月の台湾ってもっと涼しいと思っていたのですが、暑いですね。あと楽しい旅行で激アツです。近くっていう意味合いだと石垣島と似たような天候なのかもしれません。本日のホテル桂の旅かなに到着しました。近くにはまた廟や目の前は川になってます。ここのホテルとても綺麗でした。今回もアゴダで予約。ホームページで見た中では一番安かったです。チェックインしたので夜になるまで街の中を散策したいと思います。セブンイレブンがどこにでもあって助かります。今回こちらのスーパーチュエンディエンでウシーフェンと豚の出汁のキューブを購入しました。お土産です。台湾で多く見かけるスーパーです。すごい鳥居が並んでると思ったら焼肉屋でした。薄暗くなってきたので夜市へ向かいます。台中には高校夜市フォンジャー ESC があります。これね、不思議に思うんですけど、私今歩道を歩いているのか車道を歩いているのか分からなくなります。どうやら車道だったようです。ここは方向美食商店街、夜市ではないです。一瞬間違えてフラフラしちゃいました。ホテルから歩いて20分ほど方向夜市に到着しました。ここ大学に隣接してて若者が多いということで流行が集まりまた生まれるので台湾の最先端の一角と言われています。何回かスクーター見かけたけど車だけ進入禁止なのか。街の中は見たことがない最先端と毎回見るおなじみの両方を目にすることができました。そもそもですが流行りが分かってない。この肉のパイ包みを食べてみます。初めて見る。きっとこれから流行ります。注文したいけれど読み方がわからない。そんな時はスマホでメニューを撮影して店員さんに指差しで見せると簡単に注文ができます。これ台湾だけじゃなくて他の国でも使えます。というのもこういった出店の場合店先にメニューがあるのですがそのメニューを指しても店員さんからは見えないので取った方が手っ取り早いです。
サクしててものすごい美味しかった。机も見かけたのでイートインもできるようで、食べ歩きだけではないようです。あと北海道や松坂など日本語をよく見かけました。これはタイ激甘茶かな。コンデンスミルクありました。あとこれパキスタンって読むんですかね。あと黄金という言葉に惹かれてこちら購入。鶏の肉巻きすんごい美味しかったです。名前に負けてませんでした。高校夜市の看板から見て、それを入り口とするとこの辺りが末端のようです。こちらの行列、メロンとか字って書いてあり、その土地のとか本物って意味ですけど、これ何なんでしょうかね。こちら油っぽいから松阪なのかな。豚です。でも美味しかったです。航空夜市はここまでです。台湾の最先端なのかな。楽しむことができました。台中最大の夜市、とても面白かったです。そして夜市を出たところで私気づいてしまいました。台湾っぽい生地で挟んだ美味しい瓶を食べていない。夜市に戻ろうかな、どうしようかなと悩んでしまいました。と思ったらたまたまありました。よかったです。このお店はラオピンでいろんな瓶がありますけど、違いがいまいち分かっていません。ただ美味しいのでどれも大好きです。ホテルまで遠回りして街中散策をしながら帰りたいと思います。夜9時に近いですが、街の中かなり活気がありました。夜市周辺は明るく、衣食住全く困らなそうです。ただチーローが歩けず歩道もないところは車道脇歩かなくちゃいけないので、少し車が怖い時があります。これは歩道になっていて歩きやすいですね。さっき高校夜市行った時に看板に観光夜市って書いてあったので、こういった街中のお店でご飯食べるのもありかもしれません。街中歩いていいお店を見つけました。大好きトーパー、テイクアウトしました。そしてここのお店、日本語が話せる店員さんがいました。助かりました。夜市から離れると一転して少し暗くなっている印象でした。治安は私は大丈夫でしたが、安全に絶対はありません。ただ自分以外も歩いてる方結構いたので、そういう街なのかもしれません。ホテルでラオビンとトーファー食べました。すんごく美味しかったです。このラオビンって油と小麦粉っていうだけでも美味しいのに、ここにかかってるソースが美味しいですね。あとトーファーは味が好きです。爽やかな朝です。台湾4日目、チェックアウトをする前に朝ごはんを食べます。
テルの近辺を探してますが、ここは朝に来る店じゃない。こちらのお店で食べることにしました。メニュー表をもらったので、紙にチェックして店員さんに渡すことで注文します。コーンスープに使ったスパゲッティ。日本でも食べられそうだけど、初めてこれとても美味しかったです。あと、激甘コーヒー。台湾4日目は台中の公園から観光しました。ホテルから台中駅まではバスで行く予定でしたが、手前の公園で降りて歩くことにしました。ダイエットです。台湾に来てからチャーハン、麺、ビン、いろいろ食べ過ぎていますから。バスを降車した目的はいまいちでしたが、公園はとても爽快な気分にさせてくれて、そして面白いです。南国にある木みたいにとても高いです。公園で何気なく見られる動物と植物が日本とは違いすごいです。中華民国113年が2024年なので、中華民国63年は1974年です。朝8時の台中公園を歩きました。とてもいい散歩になりました。皆さん朝早くから活動しているようで、結構人がいました。次は宮原眼科です。台中公園から台中駅までは徒歩10分ほどですが、今回はあえて遠回りをしました。台中の街中や有名なアイスのお店を見たいため、この見たいっていうのが重要です。このレトロな建物は太陽餅博物館です。餅と聞くだけで反応してしまいます。太陽餅は卵の黄身が入ったお菓子です。横にあるこちらのレトロな建物は銀行。外観が素敵です。このビルは第4信用工作者です。宮原眼科が混雑していたら、こちらでも似たようなアイスを食べることができます。運営は同じ会社が行っています。宮原眼科9時開店直前に来ました。混雑の気配はなし。これは寄ってけっていうことでしょうか。台中公園からダイエットのために歩き、ここは見るだけと誓ったのに、
なぜ並んでしまったのでしょう。ただし並んでしまったものはもうしょうがない。シングルで甘さ控えめなアイスならと妥協しました。後ろはかなりの混雑で引き返すことはもうできません。しっかりダブル頼みました。しかも重量級のトッピング、意志の弱さが目立ちます。ワッフル生地も砕いてしっかり食べました。とても美味しかったです。次は台中を代表するアニメストリートです。ただ駅を見たいのでバスで行かず遠回りだけど電車で向かいます。旧駅舎、ものすごくおしゃれです。レトロな駅を横目に歩くこの回廊、すごくいいです。電車で通勤していた時は駅の綺麗さに気づくより混雑から逃げることを考えていましたが、古い駅綺麗ですね。プラットフォームの屋根も昔ながらの感じが残っています。古い車内やプラットフォームで市場が開かれていました。人気なのか結構人がいます。旧駅舎と比較すると、こちらの新しい駅はかなり近代的です。もう本当に最上級のイメチェンとはこのことでしょう。一駅だけ電車に乗りました。待ち時間の方が長かったです。寿司に豚骨ラーメンとお店は多ジャンル。まるで日本の街中でご飯を探している時みたいです。この住宅街を抜けた先に行きたい目的地があります。いつも街中の U バイクを見るたびに登録しておけばよかったなって思います。街中には飲食店や徒歩のお店がありました。ただアイスを食べたばかりなので少し我慢したいと思います。壁画を楽しむために我慢したいと思います。到着するとマリオが歓迎してくれます。
もはやクールジャパンの影響力ですね。この絵ではパックンフラワーに立ち向かうモサマリオを見ることができます。マリオだけかと思ったらサンデーの逆襲もあります。私にも知らないアニメがたくさんあります。わかりますか？これトトロですね。これはわからなかったです。これもちょっとわからなかったですね。で、ナルト、ドラゴンボール、この辺ジャンプですね。あとワンピース、これ有名です。これわからなかったです。で、スパイダーマンがさらっといて、遊戯王がその横に映っています。懐かしいですね。こち亀、ポパイ、ロックマンか。に、ガンダムです。アニメだと思ったら、スト2もありました。これ、忍たま乱太郎、花田少年誌とプーさんですね。あとこれのハジガソニック。これはちょっとわからない。で、さっきもありましたが、ワンピースがもう一回出てきました。これ名シーンですね、しかも。ジャンプばかりのところのサンデーの逆襲、名探偵コナンがいます。これはちょっとわからなかったです。あと奥にガンダム。スーパーマリオは大きく書かれてます。あとちびまる子ちゃんとクレヨンしんちゃんがいました。ということで私の滞在時間、たかだか1時間でした。次はフリーマーケットをやってるエリアに行った後に、私が大好きな台湾のお菓子を売っているお土産屋さんへ行きます。街を歩いて散策しながら向かいます。というより、アニメストリートが楽しすぎてバス乗り過ごしました。スクーターの方もみんなフルフェイスのヘルメットをかぶっていました。なので、ここヘルメット専門店なのか。歩いてる途中に文化センターありました。隣接している公園には芸術品が並んでいます。歩道からでも見えるこの芸術品、とてもかっこいいです。なんかこの大富豪っていう店名が大好きです。20分くらい歩いてフリーマーケットに到着しました。すごく素敵なマーケットです。個人出店のハンドメイドの品が多いように思えます。台湾らしさの品というのが楽しめました。
ちょっとした雑貨からペットフード、コーヒーまで売っていて、お祭りのようでした。脳内年中お祭りの私はそう思いましたよ。ここからはバスで移動し、昼食とお土産を買いに行きます。ミーバーのくさくさ鍋のお店、また見つけました。レファンでもありましたし、これ有名なんですね。どこでご飯食べましょう。土曜日だからか、営業してるお店少なめでした。もしかしたらこの辺ビジネス街なのかもしれません。また名前がかっこいい天を超える食堂がありました。さっきの大富豪という店もそうでしたが、店名がとてもかっこいいです。このお店もそうでしたが、テーブル席しかなかったので、1人の場合1人だけどいいって聞きます。Google 翻訳で入店前にやっておくとスマートです。エビチャーハンと肉団子スープにしました。普通の食堂なのに天を超えるうまさに納得しました。評価サイトで検索せずに美味しい昼食にありつける台湾がとても羨ましいです。食堂からお土産のお店まで歩いて10分ほど。お腹満腹なのでゆっくり歩いてます。お土産は創業1894年、老舗のリージーモチ店で購入しました。買い物前に満腹になると買いすぎ予防になるらしい。どうやら買いすぎ予防できてなかったようです。店員さんが日本語を話せる方でした。台北リージーと創業年は同じですが、系列は違うようです。公園でバッグに入れましたが、ギリギリでした。これ、家帰って食べましたが、とても美味しかったです。次はこの素敵な建物、マンワグー、ワンファーゴンに来ました。お土産購入した後、予定より早く動いていたので、途中下車をしました。Google マップで観光と検索したらこのエリアが出てきました。計画の時は僕はノーチェックでした。この辺りを歩いてみたらマンワグーの門の佇まいに驚きました。私はお参りの方法がわからないので中には入りませんでした。ただ外観を見るだけでも全然満足ができ、来た甲斐がありました。こちらは文章工業の方、タコ社長を彷彿とさせる顔が赤くなるほど怒っている像がありました。
途中下車した自分をものすごく褒めてあげたいほどそう思うくらいの素敵な場所でした。あとこの辺り南東老害エリアなのでしょうか。レトロな街並みと昔ながらの写真屋がたくさんありました。老街ラウジエを抜けるとそこは住宅街になっておりバス停があります。次はレインボービレッジサイフォンジュエンツアンに向かいます。台中のバスはとても充実していて、なんてことない場所にバス停があります。ここもそう。しかも悠々カードが使えるのでとても便利です。カラフルな外壁で歓迎してくれるここはサイフォンジェンツォン。ファンさんが制作したようですが、2024年1月にこの方は亡くなりました。とても鮮やかできらびやかです。絵の一つ一つがものすごく密に描かれています。メッセージ性もあるのでしょうが、私には分かりませんでした。芸術に関しては素人、成績もかなり悪かった私でも隅々まで見たくなるほど惹かれるような絵ばっかりでした。こういった家の上の方まで絵が描かれています。どうやって描いたんでしょうね。次はレインボービレッジからバスで台中駅に向かう途中にある建物に寄っていきます。バス停からも歩いて10分15分ほどかかります。この十九伊住は台中指定戸籍の建物、歴史的価値がすごく当時の文化を知ることができます。とても素敵なお屋敷です。バロック様式と中国様式の三合院建物とのことで、古い建物とは思えない白さにレンガがとても似合います。
この建物の中を見ることができて、入場料100ニュー台湾ドルです。衣装をレンタルして写真を撮ることもできます。私みたいな観光客が来るよりも映えの写真を撮る方が多かったようです。このベランダ、レンガの柱、木の窓枠、それから漆喰の壁、天井も木でできていて、とてもレトロでかっこいいです。お庭もとても素敵です。テラスでお紅茶いただきたくなります。台湾の歴史をここで知ることができました。とても面白かったです。高鐵台中駅に戻ってきました。夜市から芸術まで幅広いジャンルで楽しむことができました。駅で暇だったので水餃子食べました。とても美味しかったです。あと枝豆味がついていて面白かったです。隈研吾の名前が書いてある建物、台湾でも有名なのでしょうか。綺麗な夕日とともに、これで台湾旅行2024が終わりかと思うと悲しくなります。少し雨もありましたが、天気も良く楽しかったです。そして2月に日焼けしました。台北の近未来町都会も好きですけど、9分のレトロ、ファーレの自然、台中の芸術、どれも好きです。次はどこに行こうかなって今から考えてしまうほど楽しい場所、それが台湾で私はハマっています。来年の2025年もまた来たい、そんな場所です。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、コメントよろしくお願いします。